和20年8月6日の日の出は午前5時24分。朝から暑い夏の日でした。戦争も末期で食べるものも乏しく、物資も少ないつらい生活でしたが、広島はまだ昔の城下町の佇まいを残して静かな毎日でした。その日の朝、6学級の中川雅史君は遅くなるのにいつまでもぐずぐずしていて出かけようとしませんでした。心配したお母さんにせかされてようやく家を出かけたのですが、すぐに引き返してきて水道の水をおいしそうに飲むと飛んで出ました。これがお母さんが生きている中川君を見た最後でした。広島は海外移民の多い県で、ハワイ、アメリカ、本土にもたくさんの移民を送っていましたから、それで空襲されないのだといった噂が流れていました。空襲の激しい東京や大阪から転校してくる生徒が多かったのは、そのためだと言われていました。東京都立第三中学校から転校してきた久保田秀樹君は5学級に編入されていました。これは当時長野県にいらっしゃったお父さんの手紙です。早くに母親に死に別れ、東京の深川で暮らしていましたが、3月の大空襲で長女を失い、それに空襲が激しくなり、たった一人の長男を失ってはと、6月に故郷の広島へ帰りました。原子爆弾の落ちた8月6日は、数日前に勤労作業で釘を踏み抜き、本人は足が痛いから休みたいというのを無理に叱って、7時半、古田町古江の家を出しました。1学級の大橋正和君は大阪の両親のもとを離れて、一人で広島市の郊外、佐伯郡五日市町のおじさんの家に身を寄せていました。転校したばかりの大橋君が大阪のお父さんに宛てた手紙があります。亡くなる半月前の7月20日付の速達です。僕は19日から日中の第一学級へ通っています。もう友達もでき、仲良く一緒に勉強しています。受け持ちの先生は増田先生で、優しい先生です。そちらは鉄器の来襲があり、夜も十分寝られないでしょう。僕は桃もビワもトマトもきゅうりもナスビも豆もかぼちゃも食べました。苗床の芋も食べましたよ。おいしかったですよ。僕は本がないので、今日はノートに漢文を写しています。剛兄さんや信子姉さんがおられるので、少しも寂しくありませんから、ご心配無用です。戦争中なので人手が足りないため、3年生以上は勉強をやめて、軍需工場に働きに行き、1年生と2年生は学校に残っていましたが、畑で芋を作ったりする作業もあって、勉強できる日は多くはありませんでした。だから、この年には夏休みというものがなかったのです。321人の広島二中の1年生は、この日、遠いものは5時半、近くのもので7時半ごろ、自分たちの家を出ています。その同じ頃、アメリカの B29 爆撃機エノラ・ゲイ号は原子爆弾を抱えて広島上空への道を飛んでいました。
東京から疎開してきた3学級の船倉幸太郎くんは午前7時に家を出ました。これはお母さんからの手紙の一節です。今日は学校を休みたいと申しました。日頃休むことの嫌いな子が申しましたのですが、男の子が育児がないのねと台所の片付けをしながら言いましたら、いつの間にか出かけてしまっていました。5学級の神奈定治君の場合は、お兄さんがこのように書いています。身体検査で要注意と言われ、当日、本人に必ず病院に行って正しい診断を受けるように、そのため作業は休みなさいと言いつけたのですが、私が会社に出勤した後、建物疎開の後片付けもお国のためだ。作業ができなくてもみんなの弁当の番ぐらいはできるから、病院に行くのは作業のない日にする。そう私の妻に言って出かけてしまったのです。建物疎開とは、空襲に備え建物を解体して火の手が広がることを防ぐ作業でした。焼夷弾や爆弾を落とされた時に火事が広がるのを防ぐのと、人が逃げるところを作ろうと市内のところどころに空き地を作る計画を立てたのでした。4人の先生と321人の1年生が集まる場所は、広島市の中心、中島新町の本川土手でした。今の平和公園、広島国際会議場の前の道路でした。暑くならないうちに作業にかかるというので、集合時刻は8時10分頃でした。広島二中の1年生が集まった本川端の近くには、同じように動員された広島市立第一高等女学校、広島市立造船工業学校の1、2年生や、郊外から来た地方義勇隊の人々もいました。集合の合図がありました。広島二中の1年生は新大橋、今は架け替えられて西平和大橋と名も変わりましたが、その橋の東詰めから北へ1学級、2学級の順で6学級まで2列応対で並びました。本川を背にして東に向かい、ちょうど広島に侵入してくる B29、江ノ良迎号と真正面から向き合う位置に集っていました。B29、江ノ良迎号と後に続く2機の飛行機は、広島の北東の山あいから目標の市の中心に向けて入ってきました。ちょうど各学級とも点呼の番号を言い終わったばかりでした。雲一つない青い夏空にきらりと光る B29 の翼の端を見つけた子どもたちは、口々に敵機、敵機と叫びました。生徒と向かい合った先生たち、1学級の増田隆一、2学級の山本信夫、4学級の美濃村昇、5学級の中山巌の4人の先生も生徒の声で空を見上げました。警報も出ず、たった3機ぐらいならまたいつもの偵察飛行だぐらいにみんな考えていました。誰しもたった一発で20数万の人の命を奪う原子爆弾が完成しているとは知らなかったのです。生徒は飛行機を見上げたままでしたから、3学級の森中武俊君のように原子爆弾が落ちてくるのをはっきりと見た子もいました。先頭の B29 から真っ黒なドラム缶のようなものが落ちてすぐに、他の飛行機からパラシュートがついたものが3つ落ちてきた。B29 爆撃機江ノ良迎号が
直径70センチ、長さ3メートルの原子爆弾を投下したのが午前8時15分17秒。続いて後ろの飛行機が爆発を確かめるために無線機にパラシュートをつけて落としました。それから43秒後、原子爆弾は広島二中の1年生が並んでいた本川土手から北東に500メートル、今の原爆ドームの上空600メートルのところで爆発したのです。河野幹夫君はピカッと光ったなと思った時から目が見えなくなりました。山田哲司君は数人の同級生が本川の中に爆風で吹き飛ばされるのを見ました。古仙博之君は突然大きな音と一緒に辺りが白い煙でいっぱいになり、近くの建物が壊れて木やレンガが飛んできて、みんなその中に渦まったと言っています。4学級担任の美濃村昇先生が、結露は川だ、川に飛び込めと言われたのをたくさんの生徒が聞いて、満潮の本川に3、4メートルの高さの土手から飛び込んでいます。下野よしき君は、点呼が終わると同時に退避という声を聞き、爆弾が落ちた。川に飛び込めという声をかすかに聞いて本川に飛び込んだ。爆発と同時に黒く焼けた人が多かったと話しています。4学級の酒井春之君がお母さんに言い残したことです。その時一瞬後ろを振り返ったら、レンガの塀が倒れるのが見え、逃げ遅れた友人がたくさんその土煙の中に消えた。岡田昭久君は、腰まで土砂に埋まったが、気がついて燃える砂を手で掘って這い出たと言っています。その時、砂も燃えたのです。爆風が通り抜けた一瞬の後、みんなは声を限りに、お父さん、お母さん、助けて、と叫びました。そんな中で桜木一郎君は、大声を出すと早く弱るから叫ぶな、となだめたと言います。そして辺りが燃え出すと、川に飛び込んだそうです。広島二中の1年生321人のうち、この一瞬を生き延びた者が何人だったのか知るすべはありませんが、ご遺族の方からこうしていただいた手紙を拝見すると、3分の1の子供がこの一瞬に死んだと思われます。爆風の後、猛火が子供を川に追いやり、新大橋の近くにあった船着き場の雁木には、近くにいた地方義勇隊女子中学生たち2000人が押しかけたと言われます。逃げ場は川しかありませんでした。川に降りる石段は
やけどした人でうずまり、一学級の正木正君のように石段の途中で息絶えた人もたくさんいました。本川は8時20分満潮から引き潮に変わり、流れはだんだん速さを増しました。その流れに川下に流されていく子供もいました。川の中で子供たちは大やけどという重傷に耐え、落ちてきた木や板切れにつかまり、また新大橋の橋脚につかまって両岸から吹きつける火を水に潜って避けました。誰しもが市全体が一瞬のうちに破壊されたとも知らず、やがて救助が来ると期待していました。5学級の水戸和則君。川では大勢と一緒に流れてきた木につかまって浮いていました。岸から火が吹きつけるたびに水の中に潜った。もう最後だと思って「君が代」を歌いました。4学級の浜内茂樹君。泳ぎのできない者は僕らは先に行くと言って万歳を叫んで流れていきました。みんなお母ちゃんお母ちゃんと大声で言っていた。1学級の古川喜里君。川の中で手をつないで海ゆかばを歌いました。6学級の大門健二君は川下に流され、そのうち力尽きて沈み、遺体は1キロ下流の住吉橋のところに上がりました。5日後の11日昼、遺体を訪ねてたお母さんが途中いろいろ友達に話を聞いて想像された我が子の最後の模様です。やけどを負い、岸から吹きつける火を避けて水の中を浮きつ沈みつしているとき、先生が「君たちはみんな兵隊と変わらない働きをしているのだ。さあみんなで海ゆかばを歌おう」と先生と生徒が合唱したのです。川の中で浮きつ沈みつしているうちに目がつぶれ、賢治は捕まっている木が燃え出したので力尽きて沈んだようです。海ゆかばを合唱した後、天皇陛下万歳を唱えたと申します。6日の干潮は午後2時45分でした。子供たちは引き潮でできた河原に上がり、死んだ友人の体を乗り越えて土手に這い上がりました。河原から土手に上がってきた子供たちに先生は「目の見えるものは家に帰ってよい。市の中心は燃えているから南の宇品か新大橋を渡って西の恋か船入、江場の方に逃げるように指示されました。5学級の下野よしき君は土手に這い上がった時のことをこう話しています。川の中で板切れにつかまって浮いていました。這い上がってみたら町はめちゃめちゃで、僕はもうダメだと思った。しかし気を取り直して父や母に会いたい一心で頑張った。岸に上がるとき、先生が僕の手を引っ張ってくれた。そして「君はあまりやけどをしていないから元気を出して頑張れ」と励ましてくださった。
一緒に岸に這い上がって飲み水を探しているうちに、もう私はダメだ。しかし君は頑張れよ。と言われて、離れ離れになったが、その時、先生としっかり手を握って別れた。この先生の名を山本先生と言ったようだ、とお母さんは言っておられます。一学級の朝日俊明君は重傷の身で歩き出し、4キロ離れた朝郡祇園町で探しに来たお父さんと会いました。一人で倒れた電柱や焼けている建物を遠回りして国鉄の横川駅まで帰った。ひどく水が飲みたくなったので、ポンプから水を飲もうとしたら、知らない老人が水を飲むと早く死ぬると注意してくれたのでやめた。家に帰った朝日くんは8日朝から病状が悪くなり、軍刀を出してくれ、日本は勝つんだ、友達をたくさん殺したからアメリカをやっつけてやると一日中叫び続け、9日朝9時45分に亡くなりました。3学級の谷本勲くんは泳ぎの上手な子でした。本川に飛び込んで下流に1キロ流され、岸に上がって南に下ったのですが、橋がないのでまた本川に入って100メートルの川を泳ぎ切ってエヴァの家に帰ってきました。水をたくさん飲みたがりました。一晩中看病してやりましたが、あくる日の8時頃から衰弱し、10時頃から昏睡状態になって、昼過ぎ、父と母の手をしっかり握って他界しました。三宅幸雄くんの家は、爆心地から1キロしか離れていない上天満町にありましたから、すっかり焼けてしまいました。三宅くんは、その焼け跡により、家の庭に作ってあった防空壕の中で休んだ後、空襲になって家が焼けた時の避難先に決めていた山手町の家に向かいました。そして山手川にかかった一本橋の手前まで来て、疲れて動けなくなりました。夕方5時、折よく通りかかった友達を呼び止めて、避難先までおぶってもらって行ったのですが、やけどで顔が腫れ、友達も胸につけていた名札で、やっと三宅くんだと気づいたありさまでした。その後、ろくに口を聞くこともできず、8日の朝、6時に亡くなりました。5学級の山下明治君は、恋まで一人で歩きました。電車の鉄橋を3つ渡ったが、とても怖かった、と申しました。恋で大竹に帰る人はいないか、と叫んでいる人があったので、頼んでトラックに乗せてもらい、夕方、家の近くまで帰ってきました。服を脱がせようと、白い半袖シャツをハサミで切ろうとしましたら、もったいないから切るなと申しました。市の外に向けて逃げていく子供たちとは反対に、子供たちを気遣うお母さん、お父さんが、真岡の市内に入っていきました。この頃になって、人々はようやく、たった一つの爆弾で、全市が壊滅したことに気づいたのです。原子爆弾が落ちてくるのを目撃した3学級の森中武俊君は、昼過ぎ川から上がって土手で横になっていました。まだ激しい火の中をくぐって、お父さんが作業の場所まで来られたのが午後1時半でした。黒焦げになった中学生たちの中に、お父さんと呼ぶ子がいました。見覚えのある編み上げ靴で、
やっと我が子とわかるひどいやられようでした。嬉しさに涙を流しつつ、子供を背負って灼熱の日中を西地方町から電車道に沿って南に下り、2キロ半の道を1時間半かかって江波本町の自宅に帰りました。翌朝、東の空が白みかける5時ごろ、息を引き取りました。その夜、鉄器の来襲の合間に野外でダビに伏しました。6学級の山田哲司君は川土手で西に行く人を見るたびに、古田町高須にある家に知らせてくださいと頼みました。しかし誰も来ず、待ちきれずに歩き始めたのですが、500メートル行った土橋の電車停留所で倒れてしまいました。その頃お母さんは船入国民学校の先生で、朝礼中に被爆されて足に怪我をし、家に帰っておられました。当時は小学校を国民学校と言っていました。午後1時、同級生のお父さんから土橋の焼けた電車の中にいると知らされたのですが、市内はまだ火の手が上がっていて危険ですし、人に頼むこともできず、痛む足を引きずって午後3時土橋に着きました。出がけに頼んだ三輪車は来ず、焼けた電車の中で翌朝まで子供を抱いて過ごし、朝になってもう一度三輪車を頼みに行って、ようやく家に連れて帰りました。非常に水を欲しがり、持っていった食べ物は帰って食べると申しました。その後、上言を言うようになり、引っ張れとか倒せとか、作業のことばかり口走って、9日午後2時半、息を引き取りました。5学級の河野幹夫君は、船入国民学校に運ばれました。河野君が軍のトラックで運ばれる中の出来事を、後から聞いたお母さんがこう書いています。子供は市内がどのようになっているかわからず、車の上で喉が渇いて、アイスケーキを買ってください。5銭出そうか、10銭出そうか、と言ったそうです。学校についても、僕は小遣い7、80銭しかないが、母ちゃんが来たらたくさんもらうのだ、と私を待っていたそうです。他の子と同じように、ひどく目をやられていた小仙博之君は、手探りでともかく西へ2キロ、恋までたどり着いたのです。目の見えないまま、人の通る気配がするたびに、家は草津です。誰か連れて帰ってください。と叫んだそうです。夕方5時ごろ、美濃村先生は周りの生徒に解散と指示された後、1キロ半離れた二中の校舎に歩けるだけの生徒を連れて出発しました。美濃村先生と一緒に出発した生徒は20数人と言われています。二中の高いポプラの木は残っていましたが、校舎は焼けていました。校舎の焼け跡に何人がついたのか、途中で何人が倒れたのか分かりません。精根を使い果たした美濃村先生は、校舎の近くの同僚の先生の家にたどり着かれてすぐ午後7時半、亡くなりました。6日の夜が来ました。2学級の児玉康則君のお父さんは、疎開先の佐伯郡廿日市町からこの夜8時半、本川の西側土手まで入りました。
新大橋の西詰めで名前を呼んでいると手を挙げたので分かりました。水を欲しがる生徒の世話を兵隊に頼み、子供を背負って日赤広島病院に寄りました。2時間待てば似島の救護所に送ってやると言われたのですが、見せた医者に、もう時間の問題だからよく付き添っていてあげなさいと言われ、元いた宇品に背負っていきました。手島則明君が人に連れられて市の東の郊外解体市の家に帰ってきたのが夜9時ごろでした。どこをどう歩いたのかは分かりませんが、火の勢いが一番強かった市の中心部を突破して肘山のふもとの鶴見橋にたどり着いて倒れていました。通りがかった解体市の人に助けられてトラックで連れて帰ってもらったのですが、7日の昼過ぎに亡くなりました。うつらうつらとして友達の名を呼び、僕についてくれば助けてやる、ついてこいとつぶやいたそうです。豊久正弘君は24キロ離れた佐伯郡大野町の家に帰ってきました。川に入ったり雨に濡れて全身ずぶ濡れで、しかも大やけどをしていて、服は脱がせることができず、ハサミで切って脱がせました。家に着いた早々、定期券がなくなった。増田先生は下敷きになって死んだだろうと言っておりました。もう一度お父さんやお母さんの顔を見たい。その一心で川土手に頑張っていた5学級の下野よしき君は夜9時40分、お父さんの声を聞きました。私が大声で名前を呼ぶと、お父ちゃんと手を挙げて喜びました。2キロ歩いて南関王町の家に連れて帰ると、学校に休みの届けを出してくれ。腹が焼けると言い、僕は兵隊と変わりないんだねと念を押し、しきりに黒金の歌を歌ってくれとせがみました。同じ南関王町の玄道義明君は、その夜人に連れられて帰ってきました。お母さんが聞かれた話です。兵隊さんが来て幾度となく似島の救護所に連れて行ってあげようと言われたのですが、母を思い、どうしても家に帰るからと断ったと言います。どこの人か知らないが、おばさんに上半身のやけどに油薬を塗っていただき、缶詰のみかんを食べさせてもらったと喜んで話しておりました。玄道君は7日午前11時に亡くなりました。1学級の西村正輝君の家では、夕方やけどをして帰ってきた兄さんが弟が帰ってきてないと聞くとすぐ飛び出しました。お母さんも後を追って電車道沿いに本川土手まで駆けつけたのでした。頭を並べて中学生が身動きもしないで倒れていました。まさちゃん、まさちゃんと大声で呼び、一人一人覗き込んで見つけました。全身が焼けていました。お母さんが来たのよ。わかる？うん。お兄ちゃんもいるのよ。うん。家に帰ろうよ。うん。と、口の中で返事をしました。兄の背に乗せ、後ろから体を押さえて家に帰りました。材木を運んでいる夢でも見ているのでしょうか。わっしょい、わっしょいとつぶやき、翌朝、
口の中でかすかに、海ゆかば、水くかばね、とつぶやきながら、12歳の命は散りました。混乱の最中で、我が家の庭で荼毘に付しました。2学級の脇坂邦夫君のお父さんが新大橋の東詰めに着いたのは午前1時、夜半近い時刻でした。名前を呼ぶと、お父ちゃんと我が子とは思えないやけどに崩れた顔で返事しました。お父ちゃんはきっと来てくれると信じていた、と言いました。自転車の荷台に乗せて16キロ夜道を朝郡壁町まで帰りました。そして翌日の午後2時半に死んだのです。広島が大変なことになったと聞いて、1学級の入江時春君のお父さんが安芸郡矢野町の家を出られたのは昼でした。10キロの道を歩いてまだ燃え盛る市内に入ったのです。息子は作業の場所にいました。顔はやけどでひどく腫れ、胸の名札でやっと我が子とわかるありさまでした。腕と両足の皮膚がぶら下がっていましたので、ゲートルを足の裏に巻いてやり、背負って市の郊外の大須まで歩き、気合わせたトラックで帰りましたが、翌7日午前4時、死にました。重傷で動けない者、帰る方向がまだ火の手の激しい子供は川土手にうずくまっていました。帰る途中で倒れて、そのまま行方がわからなくなった子供もたくさんいます。また、救助に市内に入った軍のトラックで救護所に運ばれた子供もいました。船入川口町にありました由心寺は仮救護所も作られましたが、住職の子供さん大内俊夫君が広島二中の1年生だったこともあって、8人の生徒がたどり着いています。小野敦君は寺の救護所でやけどに白い薬を塗ってもらって、近くの家に夕方6時に帰ってきました。お母さん、帰りましたよ、と言ってくれたのですが、顔がやけどで腫れ上がり、手当てのしようがありませんでした。やけどで痛かったのでしょうか。友達の名を呼んでは、頑張れ、と言い、思い切り水を飲みたい、と申しました。数を数えてみたり、友達の名前を呼んだりして気を紛らわし、我慢して苦しいと一言も漏らさず、その夜、7時半に死んでしまいました。小野くんの他の7人は手当てを受けた後、そのまま寺に収容されたのですが、全員が生きているうちに両親に会うことができませんでした。だからお父さんやお母さんの話は、遺体を訪ね当てた時にお寺の方やそばにいた人から聞かれた話なのです。2学級の川本雅彦君は最初に由心寺にたどり着いて、大内君が来る途中で倒れているからと知らせに来た4人の生徒の一人でした。その日の夜9時半、息を引き取りましたが、お母さんが訪ね当てることができたのは15日で、もうお骨になっていました。寺の方に水を飲ませてもらい、その夜は一緒に寝かされた同級生と国歌を歌い、天皇陛下万歳の後、お母ちゃん万歳と言って死んでいったそうです。寺の門に張り紙がしてあって、遺骨を引き取ったのが15日の午前10時で、
その2時間後に日本は負けて戦争が終わったのでした。6日の朝、郊外の廿日市町の家を出かけるとき、水をおいしそうに飲んでいった中川雅史君は、同じ組の水田博君と寺にたどり着きました。お母さんはあくる日の午後1時ごろに寺を訪ねて来られたのですが、中川君はその朝、もう亡くなっていました。何度も寺の井戸まで出かけて水を飲もうとしたのだそうですが、手にやけどをしていてつるべが持てませんでした。寺の方に瓶に詰めた水を飲ませていただいて死んでいったと聞きました。坪木茂君は8日朝、お父さんが由心寺の救護所に疲れた時はもう亡くなっていました。大勢の人が両親の名を呼んでいる中で、子供は夢の中でお父さんやお母さんに会うと言っていたそうです。父親が聞いて帰って、いじらしくも諦めていた子供の心を思って泣き明かしました。腰に下げていた教練の本を入れた袋は川に入っていたせいでしょう。遺品として受け取った時も濡れていました。父親もその後、原爆症になって髪も抜け、8月27日、亡くなりました。ポプラの木だけが残った日中の校舎の近くに、郊外から入学した者のために寄宿舎がありました。建物は傷みはしましたが焼けず、学校の救援本部が設けられました。夕方、校庭にずぶ濡れの1年生が3人倒れていました。見つけたのは寄宿舎の舎監の先生でした。1学級の中石義治君は息も絶え絶えで水を飲ませてもらうと間もなく亡くなりました。他の2人が寄宿舎に運ばれた後、いつもよく遊んだ校庭のポプラの木陰で火葬にされました。遺骨は9日、豊田郡大崎町の島から出てきたお父さんに渡されて家に帰りました。1学級の松井昇君は川から出た後、通りかかった人が学校に知らせてくれて、上級生が自転車で駆けつけてくれて寄宿舎に収容されたのでした。家に帰った日の午後に、近くの小学校時代の友達が見舞いに来てくれまして、みかんを食べながらいろいろと話しておりました。3時ごろ、みんなが帰っていくときには、おーい、明日は水浴びに行こうや、と大声で言っておりましたのに、その後病状が悪化して、2時間後の午後5時には、進め、進め、やっつけろと手をしきりに振り回し、最後には、お母さん、おばさんとそれこそ声を限りに肉親の名を呼び続けて死にました。1学級の岸田森夫君はヘラ村に運ばれる前、寄宿舎に安否を訪ねてきた他の中学に通っているお兄さんと会っています。お兄さんは弟の重傷を知ってお母さんに知らせるため、山形郡加計町の家まで50キロの夜道を歩き通しました。お母さんとお姉さんが折り返して歩き続け、ヘラ村に疲れた時は9日の朝、岸田君は前日の朝死んでいました。3日間苦しみ、B29をやっつけろ、勝て勝て日本と叫び、最後にお母さんと言いながら死んでいったそうです。
元気な子供を最後に見ましたのは入学後一度帰省した時でした。戦闘帽ゲートルの凛々しい姿で寄宿舎に持って帰る梅干しの入った瓶を手に持ち、笑いながら元気で「行ってまいります」と出ていた姿が今もまぶたに焼き付いています。寄宿舎の子供の机の中には私宛ての封書があり、もらったばかりの1学期の成績表と一人で写った写真が入っていました。広島はその夜も燃え続けました。東京から転校してきた久保田秀樹君のお父さんが夜の新大橋までたどり着かれたのが7時ごろでした。たった一人残った子供を探してお父さんは辺りを歩き回られました。焼け尽くした廃墟には怪我をした生徒しかいませんでした。まだくすぶっている電柱にもたれていた生徒に「久保田は知らないか?」と聞きますと、その生徒は並んだ時確か一番後ろにいたが、空襲の時転んでしまったのでそれからは知らないと答えました。それから毎日市内を探しましたが分かりませんでした。その後、新大橋のあたりの道路を整理しているのに行き合わせ、子供の血に染まった弁当の風呂敷を見つけたので形見として大切に保存しています。たくさんの収容所を子供を探して回りましたが、痛いけな子供が両親の名を呼び「兵隊さん助けて」と死んでいく様子を見て、行方がわからないのは今どこかに生きていると迷わせてくれるのだと、自分で我が心を慰めて戦後を暮らしてきました。2学級の谷口勲君のお父さんはその夜8時ごろ、恋から新大橋まで暗闇の中を我が子の名を大声で呼びながら歩きました。谷口君のお兄さんも一緒でした。発見したのはこの近くだと聞いたんそうです。です。もうちょっと向こうだったと思うんですがね、もうちょっと歩いてみましょう。ちょっと教えていただけますか。はい。なんかお父さんと一緒にずいぶん探し回ったそうですね。そうです。誰来たん言うて、お父さんとわしじゃ言うたら、帽子と弁当箱がないなんて困っとるんだ言うけ。いや、それはどうでもええが言うて、向こう側はまだ燃える火の明かりが何本か残っとったんで、そこまで連れて出て顔を見たら、お前は勲言うんですかね、お父さん。勲じゃないじゃない、違うじゃないか言ってたら、いや違う、戦勲じゃ言うて、連れて帰ってくれ言うて。それは勲じゃないって言ったらどうして？全然人相が変わっておりますわね。目が潰れて、もう口ぶりが低く変わって、顔はもう3倍ぐらいに膨れてね、服はボロボロだし、2、3日前にね、革のベルトが新しいのやと、それわしにくれ言うたら、いや、これは友達にもらったんだやられへん言うて、ひょっとこう見たらそれやっとった。ああ、これは勲だな。それと私は小学校で大きい方でしたが、勲は小さい方でしたから、まだ学校の制服はないもんですからね、私のお下がりの服着とった、夏服ね。あ、それでアホじゃから間違いないさ。こっちですかね。はい。ああ、これでね。これですか。来たで。はい。あ、これです。これですね。はい。ああ、来たで。そう。だからこの服を
の私のお下がりだと思うんですね。時間用のヘリ50銭札が1枚ちょっとあったんですが、はいはい。今ありませんがね。下にありますね。ありますね。ね、その当時の50銭がね。ああ、はい。その当時はね、鉛筆とかノートとか買えんからね、いつも金を持っとってね、店で売り出しとったとこを見つけたら、鉛筆でもノートでも買いよったもんですよ。まあ見えにくいですが、この人は時間表の字でも割ときちっと書いております。ねえ、本当にきちっと書いてますね。でもまあ良かったですよね、生きたの連れて帰った時はね。そうですね。私はあまり話はできなんだですがね、父親なんかいくらか話をしたらしかったですけど、そんだけはまあ良かったですよ。でこれが弟さんが生きていた証ですよね。そうです。だから将来じゃあ弟の遺品であると同時に私の遺品でもあります。そうですね。広島壊滅の一夜が明けました。本川の川土手にはまだたくさんの日中の1年生がいました。しかし生きている者はわずかでした。この記録では7日の朝以来、この土手で生きているうちに肉親に会えた子供は2人しかおりませんでした。その一人は4学級の浜内茂樹くんでした。お父さんは島の佐伯郡沖見町から船で7日朝、本川を遡り着いたのです。日頃空襲で怪我をしたら学校か作業の場所で待っているよう話しておりましたので、新大橋のところで見つけることができました。大変なやけどをしていて、胸の名札と話しぶりで、やっと我が子とわかるひどいやられようでした。船に乗せ連れて帰りましたが、みんなお母ちゃんと言って死んだよ。夜はとても寒かった。水は川に降りて飲んだが、塩水はおいしいねと言っておりました。10日午前1時、死亡しました。もう一人生きていたのは6学級の馬場俊之くんでした。お父さんは陸軍船舶部隊の参謀長でした。当時救護など不眠不休で多忙を極め、子供のことを気にしながらも探すことが遅れ、川端に日中や放置の上、当番兵が8日正午探し当て、郊外の五日市の家に連れて行ってくれました。10日正午、死亡。遺品は見れば悲しいので全部処分しました。26キロ離れた呉市から夜道を歩き通して来られた渋江茂樹くんのお母さんは午前5時、川土手で息を引き取ったばかりのお子さんの遺体を発見しました。長男の顔は赤く焼けて腫れ、指も焼けただれて死んでおりました。私の着く寸前に息を引き取ったのでしょう。頬を流れた涙がまだ乾いてなくて、朝日にきらりと光っていました。川土手に着いた時、まだ5人生きていたのですが、見る間に4人が死に、1人は兵隊が担架に乗せてどこかに連れて行きました。本川の川土手では、遺体を探し当てたお母さんやお父さんのむせび泣く声が
絶え間ありませんでした。3学級の平正夢君のお父さんが疲れたのが朝8時ごろでした。本川の土手で江場の方にも連れて行かれたと聞いたので、新大橋を渡って行きかけたのですが、中ほどまで来て振り返ったとき、4、5人のお母さん方が固まって何やら話をしているのが見えて、気がかりになって引き返しました。お母さん方が見ておられたのは、みんなやけどをして、服もズタズタに焼けたり破れたりしている生徒の中で、ただ一人、くぼ地に戦闘帽をつけ、服もちゃんとして、顔の下に下駄を当てて、伏せたまま死んでいる1年生を見ていたのでした。その生徒の靴が、どうも子供のものによく似ているので、たくさんの死体をごめんなさいと言いながら、またいでそばに行き抱き起こしてみたら、胸に平と書いた名札をつけた我が子でした。爆発の直後、川に飛び込もうとしたのでしょうが、その時はもう川岸に人がいっぱいだったので、くぼ地に伏せて救助を待とうとしたのでしょう。その途中で絶命したもののようです。午前10時、6学級の河野武雄君と1学級の正木正君の遺体が見つかりました。そして川土手で火葬されました。この日、広島市の防空本部は9日までに死んだ人の処理を済ますように救援に駆けつけている軍隊や義勇隊に命令を出しましたので、この新大橋の近くでもたくさんの死体を一箇所に集めて火葬が始まっていました。7日ここで13の遺体が家族に引き取られました。神戸日中から転校してきた中川正弘君も行方が分かりませんでした。お父さんが大怪我をされ、お母さんだけで探しに出られ、本川土手では傷ついた生徒の世話をしたりしましたが、我が子にはとうとう会えずじまいでした。行方のわからない1年生のお父さんやお母さんは、本川の土手に残されたカバンや弁当箱、それに焼け焦げた帽子や服を形見に探して持って帰りました。死に場所が分かった子供もいますが、広島日中1年生の321人の半数近くは遺体を見つけることができませんでした。つまり行方不明だったのです。全滅だと思われた1年生の中には、実は生き残った生徒が何人かいることが後になって分かりました。その時この具合が悪くて寝込んでらしたっていうのは栄養失調ですか？栄養失調。やっぱり食料事情が悪かったから。もう活気になっちゃって顔がねこんなになっちゃって、これね、まあそんな状態でしたからね、もう医者がドクターストップでね。でもあの日もし元気だったらもう死んでます。一緒に建物疎開でね。もう死んだ。私の同じ旧制日中ですけど、その小学校から2名行きましてね、中西君と。それが私のとこへ窓から窓越しに声かけて「おい上本、お前まだサボってんのか」って言うから「サボってんじゃない、今日は病院行かなきゃいけないんだ」と「しょうがねえな、じゃあ行くよ」っつって、もうそれが最後でした。ああ、その言葉が声かけてくれたんですね。声かけてね、それ7時半頃だと思うんですよね、1時間ぐらい前かけてくれてね「じゃあ行くよ」っつってね、そう言って行かれてね、それっきりです。まあ本当に私なんか助かってね、命が
儲かったとかね、そういうことじゃなくてね、明日またやられたらもう我々生きられないなと、そういう心境でおよそ10日間ね。だから私は玉音放送を聞いた時にね、あ、これで助かったやっと思ったんです、だけどこれはね、広島の人間だけがね味わったことじゃないんですよ。東京の人とか福岡の人だとか神戸の人なんちゅうのは毎日B肉が来るんですから、そのために爆弾落とされてるんでしょう。それを思ったらね、私ね、まあこれはもちろん終戦記念日、全国の行事でございますけどね、ただただノーモア広島ずノーモア長崎だけでね、世界に PR してね、良しとするっていうのはね、私はちょっといかがなもんかと。私はちょっと他の被爆者の方とね、話がね違うと思いますが、ただ単にね広島だけがねクローズアップなんかされっていうことはね、ちょっと私はおこがましいと思います。そういう意味でね。ここは初めてですか？ここは初めてです。ああ、そうですか。同窓の学友の方々、ご冥福を。こちらですが、担任の先生はいらっしゃいましたか？いや私もね、先ほども申し上げたように、たった3ヶ月でしょ、おまけに勉強をろくにしてないんでね、で私がねもうボケちゃってね、第何学級だったかわからないんですよ。覚えてらっしゃらない？もうきれいさっぱりね。はい。そうだ、競技も行かないのかって声をかけた人は中西っていうんですよ。中西さんね。これだ、中西善光っていうんです。ああ、吉行って。はい。はい、これです。私の声かけて。同じ小学校だったんですね。後片付けに行って、帰ってこないんです。勉強しててね、校舎で亡くなったっていうのは、まあ我々学生にとっちゃまあ不運だけど名誉だよね。後片付けでね亡くなったっていうのはね、これはもうなんちゅうの、私は何でもかんでも軍人が悪いことにしちゃって申し訳ないけど、これはもう軍人が悪いに決まってるんですよ。だって後片付けの指揮してるのは全部軍人ですから。なんで我々小僧みたいにね12歳を顎で使って。これがそうですよね。3年前にね、実はその大芝小学校って私がちょうど転校をするんでみんなに挨拶して早退したわけですよね。その時もう2年生がみんな小銃を磨いてんですよ。で我々はまだ1年生だから小銃なんか握らせてもらえなかったですけどね、実際の小銃なんか磨いたりなんかしてるのを見て、我々もそのうちそういうああいうものを使うんだななんていう、そういう気持ちでしたね。もう死ぬことはその当時全然怖いと思わなかったですね。どうせ我々も兵隊さんになって国のために戦って死ぬんだという気持ちでしたからね。もうほとんどの子供はみんなもう軍国少年でしたそういうもんですよ。辛いとか嫌だなっていうことはあんまり感じなかったですね。だから一日もそういうの休んだことなかったですもん私は。だから原爆の日ももし向こうにいれば絶対行ってましたよ。だからまず死んでるなという
気はしますね。10年ぐらいしてからじゃないですかね、名前を消していただいたのは。まあ死んでもいないのに一緒にこちらへ拝んでいただいてたんじゃしょうがないから、やっぱり消していただくのが当然だなということでね、私もお願いしますとは言ったんですけどね。だから石踏会が初めて時安君から連絡があって、会った時もあの時14人ぐらいですかね、集まったのが。やっぱりみんなね、彼らはその列車が遅れたためにその現場に到着するのが遅くなったために助かったとか、風邪をひいて休んだとか、そういうその何かがアクシデントがあってたまたま行かなかったから助かったっていう連中なんですよね。だから何か贖罪感があるんですね、あれ。だからもう私なんかはそういう感覚がなかったんですけどもね、みんなと会合をとって話をしてるうちに、やっぱりみんなそういう気持ちを持ってんだなというのは、私自身も何か改めてね感じましたね。なんで生き残ったんだろうと我々がっていう気持ちはみんな持ってましたね。でも私は最初中国新聞からのインタビューを受けた時、仲間がみんな死んで私が生きてるんで、やっぱりみんなの分まで一生懸命生きようと、精一杯生きようと思ってるという話をしたんですけどね、それがあまりに立派な言葉すぎたんでね、自分で今考えてみるとね、そういうことを言ったんで、それがやっぱり自分の心の中に残ってるんで、その後の人生やっぱり変わりましたね。やっぱり精一杯生きなきゃいけないなっていう気持ちがあるとね、やっぱりこんなことしてていいんだろうかとかね、こんなことしちゃいかんなという、そういうその一種の自分に対する反省っていう力がね、やっぱりそれで生まれたような気がしますね。記憶定かではありませんけども、はいはい。こっちへ曲がってなくてまっすぐだろうと思うんですよね。ちょっとそのあたりまではいよろしいですか。はい、すいません。その辺だったと思うんですがね。この辺りに路面電車があったんですか。路面電車はあっちですよね。あったんです。あちらの路面電車に乗るためにここ、みんな行列して、ここで行列ができてたんです。はいはい長い行列ができてたんです。はい。でも考えてみると、あの時いつもの列車に乗っていれば、確実になくなってますね。そうですよね。で並んでてあまり時間があるもんだから、はい。今も行方不明になってるんですが、2名がはいちょっと席を離れたわけなんですよね。はいそうしたらこれ行方不明でわからない。二人は何しに行ったんですか。何かアイスクリームを買いに行くとかなんとか、ああ、そうですか。勉強したくて学校入ったわけですよね。そうです。そしたらすぐ建物疎開だって、いろんなところに行かされて勉強できなかった。どんな気持ちでした。まあ別に勉強が好きじゃなかったもんですからまあ別にどうってことはないんですが、でもまあ単語帳は持ってですね、毎日帰ったもんですよ。それは英単語ですか。英単語。当時適正の英語なんかやっちゃいけないって言われませんでした。いやそういう学校はあったんです、ところが広島日中というのは、英語は非常に、推奨して、山本信夫先生という方が、ABCDEFG というような歌からですね、いろんな、教えていただきましてですね、どうも池上です。よろしくお願いいたします。当時の面影って全くありませんか。全くないですね。なんかもっと大きな建物だったような気がしますけどね。ああ、そうですか。はい。
姉も私もはいすごく父が大好きだったんですよ。それで覚えてますのはね、イチョウが今残ってますよね。はい。えでそのイチョウの葉っぱで、姉と二人で遊びながら、父が正門から出てくるのをはい。一生懸命待ってたんですよ。ああ、そうか、もう家がそこでしたから、はいいつもだからお父さんがお帰りになるのをお待ちになってた。はそうなんです。あ。お父様、うんこの川に入ってはい。こう生徒たちと一緒に歌ってたっていう証言がありますね。そうですね。石踏みっていうはい僕ら社の本の中にありますね。うんみんなで海ゆかばを歌った。多分その指揮を取ったのは、音楽を教えてた父じゃないかなと思います。海浮かばはあの時にね、なんかね、ね本当に水くかわねでしょ。その通りですよね。その通りですよね。どんな思いだったんでしょうね。まあ父はもう他の生徒さんの残された言葉の中に、先生はもう傷が重いからダメだけど君はまだ軽いから逃げなさいと。で岸に上がるのを手伝ってください。その先生が山本先生だったということ残っていますので、父はもう諦めてたんでしょうね。音楽の先生でいらっしゃる。もともと英語だったんです。あ、そうですか。はい、ええ英語教師だったんですけど、はい適正語っていうことで、はい英語はもう教えてはいけない。はい。で代わりにうん音楽を教えてたようです。あ、そうですか。はいいやさっきねはい日中の生徒さんの生き残った方にお話を伺ってたら、はい英語は適正語だけどでもええ日中では英語を勉強してたっておっしゃってこっました。そり教えてたみたいです。あ、そうなんですか。はいあ、こっそりね。はいえ戦争は必ず終わるんだ。うん平和が来るんだ。で平和が来た時に英語はどうしても必要になるから、ということをよく言ってたようですね。あ、そうですか。その前の晩ですかね、5日の夜空襲警報が何度も出て、で私たち何度も防空壕出たり入ったりしてたんですよ。で寝不足だったのと、やはり炎天下でね毎日作業やってましたからね、父だけではなくて他の先生方も生徒さんたちも本当に疲れた状態だったと思います。もしあの時出ていかないで家にいればって思いませんでした。思いますけどね、でも逆に父でしたらそうやって自分だけ生き延びたらその後生きていけなかったかもしれないです。生き延びた方は生き延びた方で、私たち自身もそうなんですよ。母は母でもうこの辺り本当に炎に包まれてましたので、姉の学校まで助けに行けなかったんですね。行こうとしたんですけども炎に阻まれてしまって、で私がいましたでしょ、で母はそれでも助けに行こうとしたんですよ。でも私が止めたんです。行かないで行かないでって、で母はその燃え盛る家の前に私を置いて「Aちゃんは無傷だからあの人たちと一緒に逃げなさい」って「母ちゃんはお姉ちゃんを助けに行くから」もう私は母にむしゃぶりついて止めたんですね。で母は炎に阻まれ私に阻まれて姉を助けに行かなかった。それを本当に一生悔いておりました。でもそれ助けに行っても多分ダメだったでしょうね。もう被爆してますからね、ただ母としては2日間姉が誰にも介護されず水も与えられず一人で亡くなりましたのでね、せめて自分の腕の中で水一杯飲ませてやりたかった。それを阻んだのが炎であり私なんですよ。だからそういう思いは私の中にもずっとありますね。お母さん行かないでって言ったことによってお母さんが無事だったわけですよね、おそらくね。だから無事を喜べない、生き延びたことを喜べない、私たちだけではなくて多くの被爆者がそういう思いを抱えています。
なぜ私だけ生き残ったんだろう。今単にそうだと思いますけど、当日ね何かの事情で休んで生き延びた方もいらっしゃいますね。そういう方が同級生の慰霊祭に来ますと、その親たちが「頼むから帰ってくれ」「来ないでくれ」と「あなたの姿見るのつらいから」そういう光景もありましたね。その無事なお子さんを見ると、自分の子供が生きてればこのぐらいにと思っちゃったわけですか。そうなんですね。大学生くらいの青年がもう本当に遺族の方も泣きながら「来ないでくれ、帰ってくれ」でその学生さんも泣きながらね去ってらしたんですけどね。お父さんお母さんは市内郊外の救護所や死体収容所を当てどもなく探しました。生活の機能は停止していましたが、まだ戦争は続いていました。新型爆弾には白いシャツが良いというので、目立って白いものが多くなりました。敵機、おそらくは観測のための飛行機でしょうが、一機飛んできても素早く防空壕に入り、物陰に伏せるようになりました。家にたどり着いた子供にも死期が近づきました。佐伯郡廿日市町で酒井春之君は7日朝7時25分、お母さんに看取られて亡くなりました。枕元に詰めかけた祖母を呼び、おじやおばに話しかけ、妹の手を取って、意識ははっきりしておりました。話は明日ゆっくり聞くから、今夜は静かに寝ようね、となだめたのですが、昼に川の中で十分寝たからいいよ、と苦しそうにないのが何よりでした。死ぬのでしたら、夜を徹してでも話を聞くのでしたのに。廿日市国民学校に収容されていた3学級の桑原幸則君は7日、家の人が用意した船で広島湾を横切り、安芸郡温度町の家に向かいました。ようやく探した船に乗せて家に帰る途中、正午ごろ、呉の沖合で息を引き取りました。僕が治ったらきっと仇を取ってやる、と一言言って死にました。定期券のことをしきりに気にしていた1学級の豊久正弘君はお母さんに看取られて亡くなりました。当時は一般に怪我人に水をやってはいけないと言っておりましたが、あれだけの重傷ではとても助からないと思い、水は欲しがるだけやりました。8日夜、広島県東部の福山市が大空襲を受けている最中、10日完成の火の下で、お母さん、お母さん、と叫びながら、とうとう13歳の若さで死にました。もったいないから白いシャツを着るな、と言っていた5学級の山下明治君は、3日目の9日明け方、お母さんに看取られて亡くなりました。明治は亡くなる時、弟妹の一人一人に別れの言葉を言い、私が鹿児島のおじいさんに何と言いましょうかと申しましたら、立派にと申しました。死期が迫り、私も思わず、お母ちゃんも一緒に行くからね、と申しましたら、後からでいいよ、と申しました。
その時は無我夢中でしたが、後から考えますと、なんとまあ意味の深い言葉でしょうか。5学級の桜木一郎くんは、お父さんお母さんに船入救護所から吉島町の社宅に運ばれ、11日午前8時10分亡くなりました。13歳と5日を生きて、お父さんに好きな軍歌を歌ってもらって、それを聞きながら死んでいきました。8月6日が誕生日でした。広島に行かれることがありましたら、平和公園の本川の土手に広島日中の石踏みがあるのを訪ねてください。その石踏みの裏には、いつもと変わらない本川の流れを見つめて、広島日中の子どもたちの名前が刻まれています。